来週どこ行く？スプリングフェスの準備。ジャスパルと申します。いよいよラティアスリサーチも佳境ということで、ニュームーンデーでの色違いラティアスは皆様のもとに姿を現してくれていますでしょうか？そんなラティアスリサーチが終わったらスプリングフェス2026ということで、今週もやってまいりましょう。来週どこ行く？スプリングフェスに向けて意識しておきたい準備についてお話ししていきます。ちょっとだけラティアスリサーチのイベント交換所にも触れますので、該当する方は来週のフィールド選びちょっぴり気にしてみてください。基本的にはサラダの準備をすれば OK です。それでは参ります。ということで、まず来週の予定を確認しておきましょう。来週は特に何もありません。もしかしたらスプリングフェスや新レシピのデータ追加のためにアップデートが入るかもしれないんですが、アブソル強化のアップデートも入ったばかりなので、がっつりとしたアップデートが来るのかどうかは謎ですね。それ以外にグッドスリープデーなんかのイベントもありませんし、これまでってアップデート終了直後から新レシピが作れたりしてたんですけど、昨年のハロウィンから新レシピの解禁がイベント当日の朝4時になりましたので、私は気合の早起きをしたいと思います。皆さんが起きる頃には動画をアップしておきますそんなわけで来週はイベントごとは一切ないわけなんですが、ちょっとだけラティアスリサーチの続きのお話ししておこうと思います。イベント交換所は水曜日まで空いております。来週水曜日までラティアスリサーチのイベント交換所は空いています。交換し忘れてしまうと本当に悲しいことになるので、火曜日には交換し終えるつもりでいてください。よろしくお願いします。で、このイベント交換所絡みで一応覚えておいて損はない細かいテクニックがありまして、イベント交換所が空いているということは、ラティアスのお香を新たに調達できるということなんですよね。1個しかバッグには持てないんですけど、月曜日、火曜日もラティアスのお香を使って、火曜日、水曜日に新たに仕入れてってすることもできるので、ラティアスリサーチをちょっとだけセルフ延長することができます。このセルフ延長、例えば思ってるより羽毛が余ったからもう一個お香を使っちゃおうってできたりとか、最後の最後で残りわずかなゲージで満腹になっちゃったみたいな時に延長戦できたりとか、あと1日寝れば4000スリープポイント貯まってマスターサブレが交換できるんですみたいな時とかに役立つこともあるかなと思います。なので一応覚えておくに越したことはないかと思うんですけど、当然ラティアスが出現するフィールドじゃないとお香を置くことができませんので、延長戦ができるのは若草、ラピス、アンバー、EX の4フィールドだけとなります。もし該当しそうであればちょっとお気にしてみてください。ただ延長戦のデメリットもありまして、もうラティアスリサーチ自体は終わっているので、新たにリサーチで羽毛を獲得することができません。なので基本的には開催期間中に使った方がお得です。緊急の手段っていう感じでしょうか。ただそれもね、いっそ羽毛が関係ないのであれば、分割睡眠で眠気パワーをあえて低くして3匹リサーチプラスラティアスの4匹にして、仲良しのお香のチャンスを 25% の確率で狙ってみるとか、そういうこともできるっちゃできますね。そんなわけでちょっとだけラティアスリサーチの延長戦ができるんですが、延長戦ができるフィールドは限定されますし、デメリットもあるよってことで、覚えておくと何かの役に立つかもしれません。そんなラティアスリサーチのイベント交換所は水曜日まで空いていますが、火曜日には交換し終えるつもりでよろしくお願いします。それ以外に特にイベントはありません。来週の予定はそれくらいですかね。ってことで、ここからは来週スプリングフェスに向けてどんな準備をしておくと良さそうなのか考えていきたいと思います。そんな来週意識しておきたい準備、こんな感じかなと思います。0、目標設定、マスター20チャレンジなど。1、フィールド決め、フィールドボーナス上げ。2、メンバー決め。3、レシピレベル上げ、サラダ狙い。4、サラダの食材集め。5、週末の鍋準備。6、お手伝いブーストダメ。こんな感じで順番にお話ししていきます。ってことで、まず0、目標設定ってことで、スプリングフェスでやりたいことをおのおの考えてみてください。パッと思いつくのは、マスター20チャレンジ、新レシピのレベル上げ、サンドだったりポケモンの厳選、あとは EX でかけら集めとかになりますかね。
デカ盛り料理ウィークの料理エナジーが弱体化されたことで、デザート、サラダ、カレーの各料理ジャンルキャンペーンがおそらくポケモンスリープで最もエナジーを稼げる1週間ということになるかと思います。このタイミングで難関フィールドのマスター20を取りに行ったり、若草 EX 開放の若草本島マスター18を取りに行ったりするのもおすすめかなと思いますね。マスター20に行ったところでサブスキルの種やメインスキルの種がもらえるだけではあるので、例えば新サラダが食材的に作りやすそうだなっていう方はレシピレベルを上げておくのとどっちの方が有効かっていうのは考えておいた方がよかろうとは思いますが、目標があるとやっぱちょっと目指したくなりません？私はねポケモンスリープを雰囲気で遊んでおりますので、今後の効率とかラティオスリサーチのこととかを考えたら多分新レシピのレベル上げをした方がいいんだろうなと思うんですが、うるせえ行こうってことでアンバーマスター20チャレンジしてみようかなと思ってます。今回ばかりはねだいぶ無理かもしれないです。そんなわけでマスター20チャレンジに向くタイミングではあるんですが、例えばラティオスリサーチに向けてレシピレベル上げを優先した方がいい場合も大いにあるでしょうし、今の自分の実力的にそこまで難易度が高くなさそうなマスター20とかであればデカ盛り料理ウィークとか別のキャンペーンで目指すっていうことも可能かと思いますし、何よりスプリングフェスで新登場サンドたちが出現するのが若草、トープ、アンバー、EX で、サンドは新レシピに使われるキノコ、ポテト、コーン、カボチャのどれかの食材でしょうし、直近の追加から推察するとコーンになりそうですかね。見た目はかなりコーンなサンドですよね。キノコはミカルゲ、ポテトはアルクジラ、カボチャはバケッチャと、昨年末から今年にかけてコーン以外ってね結構追加があったばかりではあるんですよね。サンド含めてそのあたりの食材を探した方が良さそうかなど総合的に考えて自分のやりたいことはどれだろうなっていうのをちょっとイメージしてみてください。週末にはごっつりグッドスリープデーも重なりますので EX で夢のかけら稼ぎをして来たるリサーチランク解放に備えるとかもありな選択肢かなと思います。ちょっとねそのあたり複合的に考えてみましょう。そんなゼロ目標設定でした。ってことでやりたいことがなんとなく見えたらそれに即した準備をしていきましょう。1、フィールド決めということで、やりたいことが見えてくるとスプリングフェスでどこのフィールドに行くかなんとなく決まるかなと思います。その上で来週はフィールドボーナス上げ、厳選育成を中心に選んでいくことになるかと思います。当たり前のことではあるかなと思うんですが、マスター20チャレンジをする場合、ちょっとでもフィールドボーナスを上げておけると有利になりますし、レシピレベル上げもそうですね。で、フィールドボーナスがもう上がりきっていたり、マスター20チャレンジには十分だと判断できたら、久しぶりのピックアップがないタイミングとなるので、普通の厳選をしに行くっていうことも考えてみてください。ラティオスリサーチが控えているということだけは分かっているので、次は今度こそドラゴンが活躍したりするでしょうかね。まさかスキル2連発じゃないとは思ってるんですけど、どうなるでしょうか。おそらくラティオスも出現フィールドは若草、ラピス、アンバー、EX とラティアス同様になるんじゃないかとは思っているので、そこのフィールドボーナス上げをちょっと気にしてみてもいいかもしれませんね。そんな1、フィールド決めでした。お次、2、メンバー決め。スプリングフェスの目標とフィールドが決まったらメンバーもなんとなく決まることと思います。私だったらアンバーマスター20チャレンジのために海流で若漏れ21色目標で行くぞみたいな感じでしょうかね。で、鍋拡張のポケモンが入って料理チャンスのポケモンが入って海流が元気チャージなのでラティアスが編成できるかなとかもちょっと考えてみてもいいですよね。若漏れだとラティアスの食材は使えない上に元気もりもりの海流には癒しの波動って当たりづらいはずなので多分編成しなさそうですかね。ここでね当日のメンバーがなんとなく決まるかと思うので作っていく料理も決まってくることになるかと思います。ってことで流れで3、レシピレベル上げ。これは来週の料理ジャンルサラダを狙って本番で使う予定のレシピのレベルを上げて備えておくみたいな話ですね。食材備蓄と相反する行為になるはずなのでバランスをミスっちゃうと本番に影響が出ちゃいますし、サラダを狙わなきゃいけないっていうそこもちょっとランダムなのでかなり人を選ぶかなとは思うんですけど、
私のアンバーマスター20チャレンジだとフィールドボーナス 85% で若漏れのレシピレベル65マックスでもかなり無理がある挑戦になるので、上げられるに越したことはないのかななんて思います。特にね、レシピレベルが全然上がってない場合ってちょっと上げておくだけでも効果が大きいかなと思いますので、確認してみてください。ちなみに今私の若漏れのレベルは64です。64ってことで、まあ64あればそれ以上はっていう感じでしょうかね。逆にサラダ引きたくないまであるかもしれないですまあそんなレシピレベル上げも一応考慮してみてください。ってことで2、メンバー決め、3、レシピレベル上げでした。お次4、サラダの食材集めっていうことで、当日のメンバーとレシピが決まれば何の食材を用意しておくべきかなんとなく見えてくることでしょう。ここが料理固定のイベントでは最も大切な準備となるかと思います。新レシピを作りたいのであれば、キノコ、ポテト、コーン、かぼちゃを集めつつ、当日のメンバーでは集めづらい食材をもりもり集めておくといいと思います。特にかぼちゃになるでしょうかね。私の場合、若漏れのみを作るつもりなので、アボカド、コーン、ハーブ、大豆だけが必要なんですが、海流がコーンとハーブをそこそこ集められますし、大豆は最も数が少ない上に、日中にもそれなりに数を集めやすい食材だと思っているので、とにかくアボカドを集めて挑みたいところなんですよね。もう今から集めても足りないような気はしてますうちアボカドを集めてるのが食材補正なしの AA フライゴン1匹なので、果たして集まるんでしょうかそんな感じで、食材の準備とか、人によってはレシピレベル上げのためにとか、美味しい尻尾集めとか、そういったところを進めていきましょう。最も重要な4、サラダの食材準備でした。お次5、週末の鍋準備。これは普段やってる方にとってはいつも通りだと思うんですが、月曜日の朝一にしっかりとでかい料理が作れるように鍋の拡張をして備えておきましょう。デカ盛りキャンペーンと違って鍋は大きくなりません。で、普通の週であれば週の頭こそエナジーを稼いだ方がトータルの獲得報酬って大きくなりがちなので、例えばね、月曜日朝一に鍋を最大拡張した分、食材全部詰め込んで、食材300個近くとかで料理する方もいらっしゃるかと思うんですけど、料理固定イベントの場合、基本的に食材バッグに余分な食材って入れていかないんじゃないかなと思うので、そのあたりご利用は計画的にといったところでしょうかね。そんな5、週末の鍋準備でした。最後6、お手伝いブーストダメ。ってことで、余裕があればお手伝いブーストダメなどで木の実や食材を多めに持ち込んでいきましょう。マスター20チャレンジの場合はそのほんの少しがあと一歩を決めてくれるかもしれませんね。食材備蓄と並行してやるのかなり大変だとは思うんですけどね。私もね、持ち込みたいのはアボカドなんですけど、アボカド日中で集めるので精一杯だと思うので、どうしようね一応ラティアスの癒しの波動でもギリお手サポダメできないこともないといえばそうではあるので、場合によってはご検討ください。そんな6、お手伝いブーストダメでした。といったそんなこんなを駆使してマスター20チャレンジであるとか、各々の目標に向けて準備進めていきましょう。他にもね、何かこれを準備しておくといいと思うぜと思ったものがあれば、ぜひ何でもコメントで教えていただけますと幸いです。とにかく食材の準備さえしっかりしておけば、ひとまず間違いないだろうなと思いますので、何の料理を作るか決めて、場合によっては今から食材集めていきましょう。そんな来週どこ行くスプリングフェスの準備でした。皆さんが行きたいフィールドや目標などもコメントでお教えいただけますと幸いです。お待ちしてます。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画制作の励みとなります。先週はたくさんのお祝いのコメント本当にありがとうございました。引き続き動画作ってまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。そういえばね、ポケモンチャンピオンズもリリースされましたけれども、皆様遊ばれておりますでしょうか。私、まあまあの忙しさゆえにダウンロードだけしてまだ起動すらできてないんですけれども、対戦やっていたのがハートゴールド、ソウルシルバーとそこでね、記憶が途絶えているので15年ぶりとかになるんですかね。ちょっとね、
ぜひとも対戦やりたいなと思うので、配信とかでやるかも。慣れるまでちょっとねはちゃめちゃな気はするんですけれども、よかったらねご覧いただけたらなと思います。本当にね、私ハートゴールドソウルシルバー当時は私の名前の由来にもなってるパールルのアメトリックルームパーティー使ってたんですけど、ポケモンチャンピオンズ進化前のポケモンが現状いないということなので、どうしましょうね。ねえ、そんな感じで、今年はポケモンチャンピオンズとかスカーレット・バイオレットもまだ終わってないですし、ポコアポケモンもケンタテもなんならやりたいなと思っているので、やるわというね宣言をして、ちょっとね配信も多めにやりたいなと思いますので、よかったら一緒に遊びましょう。それではね、ラティアスリサーチも間もなく終了となります。延長戦まで含めてね、最後まで悔いなく楽しんで皆様に素敵な出会いがあることを願っております。それでは来週も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。